また言葉の話をしますね。宇宙はね、時間と空間がない、たった今宇宙は始まったんですね。そして未来は実は広がりの中に全てがあるんだけれども、未来は私たちが選択してないからない。ないという言葉は間違ってますね。あるんだけど選択されてないので体験しないとこういうことになるんですね。ですから宇宙の始まりを私たちはたった今体験してるんですね。自分は祈りの話をすると何度も言いました。祈りというのは私はこれからこうするぞ、言葉ですよ。私はこうするぞって言ったけど時間と空間がないから、祈りの時にはね、するぞじゃなくてこうしている、嬉しいな、これが祈りになるんですね。時間と空間がないというのをこう頭の中に入れてしまうと、これが癖になるとその辺よくわかるの。で江戸川慶子がうるさく言ってますよ。私たちの心は作る働きって言って、心って言いましたけどね、心はその作る働き、いいですか、作る働きが私たちの心なんですよ。だから私たちは自分のつぶやき、朝起きた時の祈り、それから人のを見て、家族を見て、会社の人を見て、通勤途中の人を見て、その時に何を考えているか、心の中で言ってるかっていうのはとても大事になるんですね。ですから私は家族を見る時も私は何度もこれも申し上げてる、非難批判否定しない、これが慶子が言う一番大事な人生なんです。非難批判否定しない。だから私非難批判否定しないんで、何度も言ってすいませんね。うちの家族は私が怒ってる姿は見たことないと思う。うちのワンちゃんも私が怒ってる姿は見たことないと思う。そうするとね、実にうまくいくんだよね。で家族で意見が違うとしますね。だからダメだよって言ってね、こう言うんじゃなくて、その時は目的をはっきりさせるの。例えばどうしましょうね、今日のご飯何にしましょうかとこういったことが起きたとしましたらね、ベースになるのはね、季節ベースになりますね。あったかい食べ物を食べるシーズンと、どちらかというと冷たい食べ物を食べるシーズンと、栄養のあるものを食べる時と、そうじゃなくてさっぱりしたものを食べる時と、要するにそういう目的をはっきりさせてるんですね。でみんなの目的を共有するんですよ。例えば今日一日みんなでどっかへドライブ行きましょうって言ったら、それに見合った食べ物を朝ね、皆さんで話し合って決めればいいんですね。どんな食べ物がいいかというので、それがこうどちらかというと人生の醍醐味かな。皆さんドライブに行くっていうんで喜びいっぱいでお互いの意見を聞いて、ドライブに行くという目的をはっきりしてるんで、お互いの意見がこうまとまるんですよね。ところが国際問題とかなんかになるとね、なかなか違うのは目的がはっきりしてないから、逆に言うと自分たちだけがいいという目的を主張するからですよね。そうじゃなくて、地球が平和でみんなが楽しくて素晴らしい人生、お互いに生きられる体験をしましょうねという目的をはっきりさせると、多分皆さんの意見が合うんじゃないですかね。僕の場合はね、自分たちだけが良ければいい、自分の主張だけが通ればいい、さらに言うと相手がダメになるように自分が勝つように、相手を任すようにと言って理論をするから、しっちゃかめっちゃかになるんですね。でこのことまた気をつけなきゃいけないのは、私は今そのことを非難批判否定してるんじゃないんです。いいことが起きるということを、お互いにいいことが起きるという目的をはっきりさせて喋ってるから、
そういう意見を言ってるから皆さん納得されると思うんですね。ところが目的をはっきりさせないで言ってますよ。ケイシーがね、いいお嫁さん、いいお婿さんもらうのね、目的がはっきりしてる人と言ってますね。地球もそうですね。地球で生きていく上に皆さんで目的をはっきりして素晴らしい、お互いに素晴らしい、面白い、喜びのある体験したいねという目的をはっきりさせて話し合いするといいんじゃないですかね。